反射率、対称率、推移率、統合に関するこれらの性質はどうして成り立つのでしょうか。あなたは説明できますか？こんばんは、ボイスボックスのホワイトカルです。このチャンネルでは私のナレーションで様々な世界をご案内していきます。今回のテーマは統合の性質です。等しいという関係には3つの性質がありました。1つ目は x イコール x という意味の反射率。2つ目は x イコール y ならば y イコール xを意味する対称率。そして推移率は x イコール y と y イコール z から x イコール z を導きます。反射率、対称率、推移率の3つは統合が満たすべき公理としてよく知られています。しかし、証明支援システムロックでは状況が少し違っているのです。反射率で統合を定義して、そこから対称率と推移率を導きます。しかも、その証明にはカリー・ハワード対応の考え方が必要になります。今回は統合の3つの性質がどのようにロックで与えられているか学んでいきましょう。統合の定義を確認する。今回は統合を画面に表示されたように定めます。これはロックで用いられている統合の定義とほとんど同じものです。本当にそうなのでしょうか？確認しておきましょう。ロケイトイコールという命令を実行してみてください。どんな応答が返ってきましたか？ノーテーション x イコール y イコール xy という行に注目しましょう。この部分は x イコール y という書き方でイコール xy という項を表すという意味です。ここに出てくるノーテーションという命令は定義した関数を記号で呼び足したいときに便利です。例えば、じゃんけんで勝った方を返す演算をノーテーションで定義してみましょう。まず、じゃんけんの手を表す型 RPS を定義します。そして、じゃんけんで勝った方を返す関数、ウィナーを定義します。最後に、ウィナーを呼び出す記号を定義します。試しにグーとパーで、どちらが勝つか計算してみましょう。コンピュートロック、植え付き、ペーパーを実行すると、確かにペーパーが応答に出力されましたね。ちなみに、ノーテーションの命令を使って定義されている記号は、統合の他にもたくさんあります。例えば、矢印、プラス記号、掛け算を表すアスタリスクなどです。統合の話に戻りましょう。ロケイトの命令を使って調べてみると、ノーテーションを使って統合を定義しているところがわかるのでした。それを見ると、x イコール y はイコール xy の別表記であるとわかります。では、イコールを調べてみましょう。チェック、イコールと実行してみてください。応答を見ると、型がはてないである入力を2つ受け取って、命題を返す関数だとわかります。なお、型はてないの部分は、入力から推測されるのでした。それでは、プリント、イコールで、イコールの定義を確認してみましょう。応答の1行目が本体です。2行目は1つ目の入力である A を省略するという意味になります。3行目はイコール、レフルに関する入力の省略です。最初に述べたイコールの定義は2行目と3行目を除いたものです。話を簡単にするため、定義をできるだけシンプルにしました。それではイコールの定義を詳しく見ていきましょう。定義の前半に注目してください。この部分を素直に読むと、入力は A と X になります。そして、出力は A からプロップへの関数です。特定の型を入力とし、命題を出力する関数をアンサン
ブルと呼ぶのでしたね。そしてインダクティブによりアンサンブルを定義する際は、定義の後半部分には動詞規則を列挙するのでした。今の場合、列挙されている動詞規則はイコールレフルのみです。そしてこの規則が成立すると定めている命題はイコール AXX です。これまでの話を振り返ると、イコール AXX は X イコール X と書かれるのでしたね。つまり、イコールレフルの部分は反射率を表しています。すなわち、イコールは反射率を満足するような関係として定義されているのです。対称率の証明。ロックにおいて対称率はすでに証明されており、イコールシムとして登録されています。イコールシムは論理的には次のような意味を持っています。すべての型 A と型が A であるすべての項 X と Y について X イコール Y ならば Y イコール X である。一方でカリー・ハワード対応を踏まえると、ロックにおいて命題は型としての側面も持つのでした。すなわち、イコールシムは関数でもあるのです。関数とみなしたとき、イコールシムの入力は A と X、Y、そして型が X イコール Y である項です。そして出力の型は Y イコール X となります。実際にイコールシムに入力を渡して型を確かめてみましょう。入力 A にはナットを、X と Y には0を渡してみます。A と X、Y の省略を解除するために、イコールシムにはアットマークをつけて呼び出しましょう。応答には0イコール0から0イコール0への関数であると表示されましたね。では、入力0イコール0にはどのような項を渡せばいいのでしょうか。それを知るために、イコールの定義をもう一度確かめてみましょう。イコールレフルは X イコール X を導いてよいという動詞規則でした。それと同時に入力が A と X で出力が X イコール X である関数でもあるのです。定義の4行目では入力 A と X を省略して呼び出すことが定められています。イコールレフルだけを渡せばコンピュータが文脈から入力 A と X を推測してくれるのです。ここまでの話から0イコール0の入力にはイコールレフルを渡せばよいと分かりました。実際にチェックの命令を走らせてみるとちゃんと動くことが分かりますね。さらにコンピュートの命令も実行してみましょう。イコールシムの項が計算されてイコールレフルに変わっているのが分かりますね。これはイコールシムがパラメータではなく計算できる関数として与えられていることを意味しています。ではイコールシムを定義して対称率を証明してみましょう。まずイコールの定義を上書きします。この上書きした定義に続けてイコールシムを定義しましょう。定義の前半は対称率の主張に合うように出力と入力を設定します。定義の後半は入力 H による場合分けです。イコール AXY の項はイコールレフルの形しかありません。なので、その場合だけ出力を定めています。インからリターンの部分は何をしているのでしょうか。マッチからエンドで一つの項を作っていることに注意しましょう。この項の型は H の型に依存して決まります。すなわち H の型がイコールアンダースコア Z の形をしていたら、マッチからエンドの部分の型がイコールで ZX になるのです。Z の部分が H の型に依存して決まります。このように定めると、出力の型は常にイコール A は EX になります。H の型がイコール AXY と決まっているからです。以上でイコールシムが関数として定義されます。ちょっと不思議な感じがしますが、カリー・ハワード対応により、この定義が対称率の証明になるのです。
推率の証明。推率の証明も対象率の場合と同様です。すなわち、関数を与えることによって証明を行います。証明を与える前に、示すべき命題を確かめておきましょう。ロックにおいて対象率は、イコール、トランスという形ですでに登録されています。チェックコマンドで、イコールトランスの主張を確認しておきましょう。対象率はすべての型 A と型が A である任意の項 x、y、z について成り立つ命題です。x イコール y が成立しているときに y イコール z ならば x イコール z が成り立ちます。イコール記号が使われている部分を私たちの定義に合うように書き直しておきましょう。このような型を持つ関数はどのように定義すればいいでしょうか。まずは定義の前半部分を考えてみましょう。関数の定義はデフィニションと関数につける名前から始まります。続いて A と XYZ を入力として書き加えます。イコール AXY 矢印イコール AYZ 矢印イコール AXZ の部分は二変数関数です。なのでイコール AXY とイコール AYZ を入力に書き加えます。出力としてイコール AXZ を書き加えれば定義の前半は完成です。それでは定義の全体を見てみましょう。イコールの定義の上書きと対象率の証明の後に推率の証明を書きます。マッチの後の H0 のパターンはイコールレフルしかありません。そしてマッチからエンド全体の部分の計算結果もイコールレフルという形です。こう見ると単純そうですが、型の処理が面倒です。対象率の時と同じように、マッチからエンドまでの項の型は H0 の型に依存して決まります。このような場合、リターンの後に H0 に依存して決まる型を指定します。依存部分には A などの適当な変数を当てましょう。ここで与えた変数は in の後の部分で入力の型のどこに現れるかを記述します。その際、依存と関係のない箇所にはすべてアンダースコアを書く決まりです。さらにこのアンダースコアは前から連続に書かなければいけません。これで入力 H0 の Z の部分が出力の Z の部分に反映されます。in の後にあるアンダースコアの影響でイコールレフルの後もアンダースコアにしなければなりません。矢印の後、パターンマッチの結果として返される項の箇所について考えましょう。この部分の型はイコール AXA という形である必要があるので H を置きます。これでイコールトランスが定義でき、推率の証明が完了しました。今回は反射率、対象率、推率という統合の性質についてのお話でした。いかがだったでしょうか。反射率から対象率と推率を導きました。カリー・ハワード対応の考え方を使って関数を与えることで命題の証明ができましたね。これはロックに特有の議論です。ロックを使っていく上でもカリー・ハワード対応を意識する機会はあまり多くはありません。ただ、コンピュータの内部では今日やったような議論が常に行われているのです。今日はそんなちょっと不思議なロックの世界を少しだけ覗いてみました。この明かりが誰かの夜を照らしますように。また、幸代の灯火の下でお会いしましょう。